さん乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そして乃木坂ちゃんです。焼き芋。さあ日村さん、本日の企画お願いします。奇想天外与田クイズ。何これ。加入当初から独特なキャラクターではあったが、近頃は何を聞いてもトリッキーなエピソードをぶち込んでくる3期生与田祐希。今夜は与田にさまざまな質問をしたインタビューからクイズを作成。メンバーとともにその真の姿に迫ります。この主役の与田先生ですけども、与田はねここにいないんですよ。与田がいないのよ。与田は別部屋にいるということで呼んでみましょうかね。はい。与田。はい。あ、与田。与田だ。ね、今日は与田クイズですよ。いやちょっと戸惑ってます。本当ですか。スケジュール来たら与田企画って書いてあって、私なんかしたかなと思って。素晴らしいことです。全然普通なんですけど。そうなんですよ。与田って実を言うと、乃木坂の平均点クイーンっていう企画ではそうなんです。クイーンに選ばれてるから平均点の人なんですよ、実は。信じられないでしょ。それもそのはず、底辺っていう企画をやった時も底辺でも選ばれた。振り幅ある。そうなんです。で日村さんも知らないです。クイズには日村も参加。正解ごとに1ポイント獲得で、最後に一番ポイントを稼いだメンバーには与田から豪華商品をプレゼント。はい、私が用意しました。与田が？はい。豪華商品。奇想天外な与田が用意してるの？それでは早速奇想天外与田クイズ。与田のおじいちゃんの名前は？杉尾さんなんですけど、もともとは太郎っていう予定だったんですけど、そのおじいちゃんのお母さんが出生届っていうんですか、それの名前を書く欄に間違えて次男だったから次男って書いたらしいんですよ。でもそのまま反映されちゃってしょうがないから杉尾になったらしいです。与田祐希の名前の由来は？本当は違ったんですけど、もともとすみれっていう名前の予定だったんですけど。来ましたよ。まあもう今のエピソードからびっくりですね。衝撃。本当は太郎にしよう。太郎さんだったのね。それが出生届の欄に間違えて次男って名前のところに書いちゃってで次男になった。だいぶ違う。超面白いじゃん。でそういう名前のエピソードから与田祐希、どうして祐希になったか。すみれだったのに勇気になった。あ、どうぞどうぞ星野。生まれてきた瞬間に「ユキ!」って泣いた。それぐらい行きたいよね。もうなんかね、なんかポケモンみたいな鳴き声がいいって残念。全然違うのか。答えいきましょう。こちらです。もともとすみれっていう名前の予定だったんですけど、お腹から出てくるのが遅かったらしくて、すごいなんか顔色が悪くて、なんか可愛くなかったらしいんですよ。ですみれだと名前負けしてかわいそうだって言われて、お父さんが雄三でお母さんがゆきっていう名前なので、お父さんとお母さんの間でゆうきになりました。わかんないこれ。これ絶対当たんねえわ。すごいですね。ご両親も生まれた瞬間にすみれだと名前これ負けちゃうなんて思わないけどね。可愛くなったじゃん結局ね。ねえ、与田。はい。本当はすみれだったんだ。そうなんですけど、すみれ顔じゃなかったらしくて勇気になって、しかもおじいちゃんに至っては初孫なのに帰りの車でなんかかわいそうにってボソッと言ってたらしい。そんな可愛くなかったのかね。すごい。どんな顔してたの？もう一番可愛くなかったらしいです。いっぱい赤ちゃんいる中で、この子が一番可愛くないっていうのが私だったらしくて。さあさあ続いていきます。どんどんいきましょう。奇想天外与田クイズ。当てたいわ。ポイントも取れねえかも。与田がこれを見たら必ず泣くものは？そうですね、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、なんかそんな感じした。そういう亡くなっちゃった人、近い親戚とか会えたら泣くかもしれないです。感動の再会。与田が尊敬している歴史上の偉人は？歴史上？あ、来た。はい。斉藤飛鳥さん。ああ、そういうことね。はいはい。はい。
はい、来た。人物って聞いてるけど中堅8校。わかる。そんなの言いそう。いいですね。依田のことをみんなどんどん理解してきましたね。そんなの言うんだよ。あ、でもこの人、答えの人会ったこと僕あります。はい、いいよ。黒柳徹子さん。あ、来た、いいよ。はい、松村。福沢諭吉さん。あー、俺会ったことないですね。わかんねえこれ。さあ、正解こちらです。何これ。歴史上浅田真央さん。もうこういうのか。だからそうかスポーツだ。だから広い意味でね、日本のスポーツ史とかの歴史とかね、そういう意味では歴史上の人物かもしれないですけどね。そうなっちゃうのね。傾向と対策になるんでこういうのってね。依田、はい。なんでこんなこと言ったの？私ちっちゃい頃からフィギュアスケート見るのすごい好きで、めちゃくちゃ勇気もらいました、浅田真央さんに。いやいや、浅田真央さん、いやいや、勇気もらったのはいいんですけど、大体ほら歴史上の人物ってほら、歴史に残ってます。まあね、だからそのはい、ありがとうございます。諦めちゃった。これ1ポイントでも取れた人いたら結構優勝。優勝だよ。奇想天外依田クイズ。依田が今出たいのはどんな番組？まあこのご時世だからいろいろ大変かもしれないんですけど、動物と触れ合う番組。普段触れ合えないような。ここで問題。依田が触れ合いたい動物とは？さあ、やってまいりました。チャンス。これはチャンスですよ。まあ動物言ってんじゃないかな。はい、大園。早っ。マンモス。マンモス。言いそう。そういう世界ね。普段触れ合えないようなマンモス。向井。犬。犬じゃない。普段触れ合えないような犬って言ったら、ちょっと待ってくださいね。ヒントです。はい。毛が生えてる動物ですね。毛が生えてる。なるほど。はい。はい、今だ。イノシシ。違います。じゃあもうこれ向井最後ね。向井。毛ガニ。待って待って。ああ、そういう大ヒントだったんだ。毛が生えてるって。今俺ヒントあげようと思ってて、じゃあね向井って言ってたら毛ガニってもう言ったの。毛が生えてるって言ったからだ。いやいや。結構ちゃんと出たよ。動物と触れ合う番組。普段触れ合えないようなでかいパンダとかクマとかなんかそういうのといや当てれましたね。触れ合えるこれ番組とか。でかいパンでかいパンダとクマ、ここはいけたでしょう。ねえ、依田パンダ好き。パンダ好きです。でかいって結構前からでかいパンダってついてたけど、ちっちゃいパンダじゃ嫌なんだ。嫌ですね、もう。今の嫌ですねがやっぱちょっと狂気を感じますね。ちっちゃい子パンダでも可愛いでしょ。少なくとも日村さん以上は欲しい。あ、そんなのと触れ合うって向こうもうじゃれてたって依田やられちゃうんいじゃない？や、肩車されたいです。でかいパンダに肩車されたい。はい、夢ですね。あ、そう。ここ当ててほしくて、こういうのもたまにありますね、皆さん。か。まだ皆さん0ポイントですよ。わかんねえな。奇想天外依田クイズ。依田が無人島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていく？帰れるやつ。もう船とか。帰れるっていう確証がないと無人島楽しめないじゃないですか。なんだろう。それダメなんですか。ダメなんだよ。でもライトが消える。火も頑張れば起こせるし。起こせねえんだろ。さあ、まあだから帰れる船とかいうのは却下しました。そういうことじゃないんだよ。ないもんね。なんでしょうか、向井。私。向井。違います。なんでそう思ったの？あの子が奇想天外なんだけどさっきから気がの子。天外同士のやり合いだ。すごい前に言ってくれてたような気がして、あ、そう。でも違ったみたい。あ、無人島に向井を連れてきたいって？それは置いてこようとしてた。はい、はい、来ました。塩。なるほどね、言いそうですよね、急にそういうのね。はい、うまい。槍？やり。なるほど、生き抜くためにね。あ、日村さん。水着。楽しもうって言ってたもんね。泳ぐんじゃないか、泳ぎ切ってやろうかみたいな。違います。もう大ヒントあげますよ、皆さん。やっぱ島育ちですから、生き抜くためにはって考えたんです、攻めは。
浮き輪。浮き輪違いますね。はい向井。馬肉。馬肉ね好きなんですよね。違いますね梅。銃。正解。もう出ないと思いました。さあ正解 VTR ご覧ください。銃。いやこれ当てるこれ。それ当たる。ライトは火も頑張れば起こせるし。そっか10護身用いざとなった時のために。だから銃が手に入ると思って。そう。銃なんて思いつかないよ。いややっぱこの辺すごいよく当てた。これ1ポイント獲得です。いいなあ。いや与田。はい。いやだって銃ってさ手に入んないじゃん。そうじゃん。入んないんですか？は？でも何でもいいって言われたから。いや待って日本で銃が手に入ると思ってんの？なんか資格とか取れば。あ猟銃はね。でもやっぱり野生動物と私で戦ったらもう絶対負けるじゃないですか。そんな時は銃があれば戦えるし、なんなら食料にもなる。いやだからすごいよね発想が。すごい1ポイント獲得ですよ。すごい。優勝候補ですよ。多分優勝するよ。奇想天外与田クイズ。与田の特技は？特技かはい来た佐藤。動物の鳴き声の真似。ああ正解でいいのかなこれは。まあ1ポイントあげるけどこれね実はそれ以外にも他にもある。ああそういうことか。はい。はい来た。ボイスパーカッション。急に与田がブンツカパ違いますね。はい山下。 DIY。ねいややってますもんね。いや特技じゃないでしょだとして。はいありがとう。排水口の掃除。何特技？特技で。じゃあヒント。顔周りで得意なことができるっていうのがありますね。はい梅。耳を動かせる。正解。正解。まだね他にもあるんですよ。まだある。はい。それはもう今顔周り終わっ顔周りでもう一個実はあります。はい日村さん。た。リンパを流せれる。あ惜しいその辺っすね。リンパ。はい。かき。顎を外せる。顎を。はい。佐藤。しゃくれられる。正解。なんだその特技。特技か耳めっちゃ動くんですよ。動きます？動きますめっちゃ耳動いて。見ます？本当だ。動いてんの？めっちゃ動くって言った割には。地味。他はな。しゃくれ。顎きも結構しゃくれられるんですよ。そう。ちょっともらっていいですか。あとは強いマッサージに強いです。お父さんに本気で押されても痛くないんですよ。鉄が入ってるって言われました。オセロめっちゃ強いです。多分負けないです。他は犬の声真似。前やったことあると思うんですけど、犬と喋れるレベルにはいます。生まれた時から犬飼ってて、でその犬とずっと喋ってて、それは喋ってもらいたい。返事ちゃんと返ってきます。ちなみに一言もらえます？ここで問題。与田は今何と言った？むずい。さあ今のは何と言ってるか。はい高野。いつもありがとう。いつもありがとう。いつもありがとう。違います。違った。これちょっともしやだって与田につないで生でもう一回聞いてみま聞きたい。すね。与田覚えてるこれ？あ覚えてます覚えてます。じゃあそれを犬の鳴き声でもう一回やってもらっていいですか？さっきと変わってません？でも本人がやってるからね。もう一回やってもらっていいですか？さっきと変わってません？でも本人がやってるからね。これ。はい向井。ワッフル？
いやこれでワッフルだったら笑っちゃいますけどね。そっか喋れるって言ってるかこれはワッフルだったんだだったらね。らもうワッフルって言ってるよね。ワッフルじゃない、ワッフルじゃないですね。星野。今日雨っぽいよ。可愛い。今どうする今日雨っぽいよ。あやばい海来ちゃった海来来ちゃったよ、チャンピオン候補梅。大好き。まあ近いですけどね。近いんかい残念。正解をご覧ください。それ何ですか？遊ぼう。遊ぼう。あそこ誰か言ってないんだ。言ってないんですよ。遊ぼう。そうなんです。なんかいつか忘れたんですけど、ちっちゃい頃にネットで犬語について調べてて、これは遊ぼうっていう意味だと思って、うだけだったら威嚇なんですけど、うの後にワンって言ったら、尻尾振ってこっち来るんですよ。ちゃんと犬とやりとりしてたの？それやりとりしてました、めちゃくちゃ。すごい。いやいいです景ね。品あるのでそうですね。頑張ってください。豪華もう商品を用意してますから、日村さんもね言ってほしいけどね。当てたい本当に。全然当たんないね。日村さんにも渡したいです。なんで一回ちょっと呼び捨てに軽くしたの？日村さんも奇想天外与田クイズ。与田がもし日村と入れ替わってしまったらまず何をする？パッて起きて日村さんだったらまず3回ぐらいジャンプして、その後そのままの姿で街を徘徊して、そのままマッサージ屋さんに行ってすごい強いマッサージしてもらう。なんで？与田が日村と勝負して勝てると思うものは？なんだろう。あこういうこと。はいはい日村さあっち見てこい。ん。違います。はい久保。相撲。いや俺勝つだろ相撲は。違います。でも相撲、はいはいほじゃ指相撲。指ではない。はい。紙相撲。紙相撲じゃないですね井口。腕相撲。腕相撲じゃないです秋元。手押し相撲。手押し相撲じゃないですね。はいセミヤ。レスリング。急に。なんで急に。多分勝つよ。手打ち。空手。空手。いや俺勝つだろ。こんだけ弱いんだよ俺いつも。尻相撲。尻相撲じゃないですね。はい。あ来たはいほじゃ。ケンケン。正解。ケンケン相撲。何ケンケン相撲。ケンケンしながらこう倒すやつ。ああ俺勝つだろ。まだねまだ他にもあります。はいどうぞ松あれはオセロは。尾。正解。あそれ言ってた。それ言ってた。なんだろう。ケンケン相撲。片足で立ってこうしてやるやつ。あとかくれんぼ。あわかる。とはなんだろうオセロ。あとはなんかつついて落とすやつ。ヘルメットかぶって。なんか麦中でやった丸い丸太のやつ。丸太にすげえ弱いと思う。勝てます。勝てると思います。梅ちゃんに勝ったんで。日村さんのこと弱いと思ってる。弱いと思われてんね。ちょっと与田に聞いてみましょういやよ。本当本当。なんか日村さんが結構弱いと思ってねいろいろい。ろいろと。多分私強いんですよ。でもケンケン相撲日村さんだって負けないっ俺つってるよ。強いと思うよ俺の。私バランス感覚意外とあって、いつもなんか細い道とか橋とか、なんか丸太の上とかこういうやつなんか渡ってたので勝手に。いやいつか勝負したいなそれは。したいです。うんかくれんぼとか与田得意なの？ダメそう私じゃん。隠れるのすごい得意で気づかれないんですよ。嘘だ。あと結構人が入らないところにも入れると思うので、高いところも登れるし低いところも行けるし、天井とかにも貼り付けると思います。いやいやどういうことそれ？天井に張り付いてる。家の廊下の天井に貼り付いてました一時期。実家いる時に。かくれんぼで。はい。こう手で突っ張ってってこと？突っ張ってすごい。オセロ強いんだ。小学生ぐらいの頃からおじいちゃんとずっとやってて、あんまり負けることないかもしれないです。次男と？杉尾さんとそうですそうです。杉尾さんと。奇想天外与田クイズ。与田は何歳まで生きられる50。そうだ。与田は人生最後の日に何を食べるもういつも通りの食事がいいですね。与田の人生最後の晩餐とはだこれ。
さあ問題。依田は人生最後の日に何を食べる？さあ北選グレープフルーツ。手の正解。ただ皆さんこれ一つじゃないんですよ。他はいし馬肉。はい OK でしょ。馬刺し。まあそれ言うだろうな。はいいいですよ山本。焼肉。はい正解ですね。はい来た。焼き芋。はい正解。ここみんなポイントはい秋元。納豆。違いますけど何々納豆ってのがあるんですけどね。はい来た。あ向井。引き割り納豆。なんだよ。違うんですよ。そういうメニューになってるやつですね。はいはいどうぞ松村。ちゃんじゃ。はい正解。ちゃんじゃ納豆。はい正解。白ご飯。白ご飯。まだあるんですよ。まだあるんですよね。赤西貝。正解。ちょっと待って。なんで知ってんの？俺もこれなんだよと思ってたんだけど。食べてるとこよく見ます。赤西貝当てるってすごいな。もう人生最後の食事にすげえ言うんだよ。でもいつも通りの食事がいいですね。なんか普通に朝起きて馬刺しとグレープフルーツと普通じゃないよ。納豆食べて、私今日も食べたんですけど納豆にちゃんじゃ入れそれご飯にかけて食べるのがすごい好きで、ああご飯も言ってはいるのか。昼に赤西貝とかつまみみたいな昼食う。寿司とか焼肉とか焼き芋も食べたいですね。ちょっとお酒とかも飲んで。お酒でよかったんですね。人生最後の何食べたいかですよあれ。赤西貝謎でした。赤西貝って。依田赤西貝ってどういう貝なの？セブンイレブンによく売ってるんですけど、赤西貝に甘口醤油とわさびかけて。粒貝みたいなんじゃなくて。そうですそうです。それがすごく好きで。さこの人生最後の日に何食べるって質問さ依田。はい。大体こういうのってお寿司とかね。普通1個の何か言うわけ。お母さんのカレーライスとかさ。ちゃんじゃ納豆とは何なの？私毎日必ず朝は馬刺しとグレープフルーツと納豆って決まってて、ルーティーンなんですよね。馬刺し食べたら絶対グレープフルーツ食べたくなるし、グレープフルーツ食べたら絶対納豆食べたくなるっていう、その順番なんだ。はい。グレープフルーツ食ったら終わりじゃない？間で俺意味わかんないんだよ。間で。続いては最終問題ですが、最後はバラエティルールで5ポイント問題に。依田が突然100万円をもらったらどうする？とりあえず奇想天外依田クイズ、最後の回答は？さあラスト問題。依田が100万円をもらったらどうする？はい山下。家の床を張り替える。わかる言いそう。はい向井。数える。とりあえず数える。正解。あの子優勝。あの子が優勝なの。なんだその答えと思ったけど。なんだ数えるってと思ったら優勝しちゃった。あの子当てちゃうんだ最後。とりあえず1から数えて。嘘だろ。なんか数えたくないですか？本当かなみたいな。そういうことじゃねえじゃん。はいということで向井の数えるが正解。向井5ポイント優勝です。なんだこれ。ということで依田が用意した豪華商品とは？じゃん。何？なんじゃこれ。私の家にあったこたつの布団だけ。これくれんの？こたつの布団これまだ未使用ですか？未使用です。こたつ布団ともう一つあって、はい私の張り替えた床のジグソーパズルです。これジグソーパズルだろ。ジグソーパズルになってる。ああジグソーパズルになってる。何これ作ったの？この3色の床だったのを卒業して新しくなった床のこれ新しくしたのまた？新しくしました。綺麗。あれ？そうなんです。このジグソーパズル作るの全然面白くないね。結構これだもん。多分難しいと思う。むずいよこれ。私本当にジグソーパズル新しく買おうって探してて。マジかよ。ドンピシャなのかよ。なんだ奇想天外同士だから。真夏の全国ツアーモバイル先行、一般発売詳細はオフィシャルサイトまで。乃木坂工事中ブルーレイ第4弾はカテゴリーごとの全4タイトルが8月18日に発売。